こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩に関する動画や絵のメイキングをアップしています。水彩初心者の方に向けて画材や基本的な塗り方についての動画を少し前に上げました。今回はその続編といいますか、この動画から見ていただいても構わないんですけれども、水彩画ってどこから塗り始めたらいいのという疑問にお答えします。水彩、特に透明水彩は一度色を塗ったところに上から色を重ねても覆い隠すのが難しい、やり直しにくいです。だからこそ塗る順番を意識するだけで絵がぐっと描きやすくなることがあります。あくまで参考にではあるのですが、よく言われているこういう順番で塗るといいよというのと、私が個人的に気をつけている塗り方についてお話しできたらと思います。水彩画を描く時のヒントになったら嬉しいです。それでは行ってみましょう。それでは一般的にこういう順番で塗ると進みやすいよという3つのポイントをご紹介します。こちらに円形、中形、近形と分かりやすい絵を持ってきました。まず1つ目のポイントは、奥から手前に塗っていくことです。この絵ですと背景から中間の海、そして手前の猫ちゃんと塗り進めていくことになります。背景から塗ると円形が自然に引き立って空間的な広がりが出やすくなります。奥行きが出しやすくなると思います。2つ目は広い面から細かい部分へと塗っていくことです。1つ目のポイントにも通じることですが、背景とかの広い面積から取り掛かると筆が動かしやすいですし、色ムラも防ぐことができます。大きな形を先に塗っておくことで絵全体のバランスや配色を捉えやすくなります。私はよく広い面を塗って乾くのを待っている間に細部を塗るっていうのをやっています。こうすると効率よく進めることができます。そして3つ目のポイントは、明るい色から暗い色へ塗っていくことです。水彩絵の具には透明感があるので、最初に明るい色を塗ってその上に暗い色を重ねていくことで自然な色の重なりが生まれます。また暗い色を先に塗ると、特に透明水彩は上から明るい色を重ねても覆い隠しにくい、隠れにくいため、明るい色を先に塗って徐々に重ねていくことによって影になっている暗い部分や立体感を表現しやすくなります。今お話しした奥から手前に、広い面から細部に、明るい色から暗い色に、この3つのポイントに加えて私が個人的に意識しているのは、画面の左側から塗っていくということです。私は右利きなので、右側から塗るとまだ絵の具が乾いていないところに手がついてしまって絵が汚れてしまうことがあります。いい感じに進んできたなっていう時ほどうっかりやってしまったりするので、手が画面に当たらないようになるべく左側から取り掛かることを意識しています。これ左利きの人は逆に画面の右側から塗っていくといいかもしれないですね。今回ご紹介したのはあくまでこうすると水彩画が塗りやすいかもという一例です。描いているものや画面の状況によって塗る順番が前後することもたくさんありますし、絶対に円形から近形に塗っていかなきゃいけないとか、明るい色から始めなきゃいけないとか、広いところから塗り始めなきゃいけないわけではないです。3つのルールは描きやすくするためのガイドラインであって縛りではないですし、自分が気分よく描けることを大切に、例えば主役を先に塗って存在感を出したいですとか、暗い色を最初に塗ってぼかしたいとか、細部を仕上げてから広く色を重ねたいですとか、状況によって柔軟に変えていってください。水彩画を描くとき、色を塗り始める前にどういう順番で塗ろうかなということを少し考えてから簡単に頭の中で計画を作っておくと、ぐっと作業がしやすくなると思います。ということで今回は水彩画ってどこから塗り始めたらいいのということについてお話ししました。よかった、参考になったよという方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。水彩の基本の塗り方についての動画やそれぞれの技法を短くまとめて紹介している再生リストもありますので、気になった方はぜひご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。